皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では迫る食糧危機について情報をシェアしていきたいと思います。食糧危機についての話題は何度も取り上げてきたのですが、異常気象による農作物の被害が多い中、特に日本人の主食である米に危機感が募ってきています。一口に食糧危機といっても原因は様々ですが、今の時代の難しいところは食糧危機に至る経路が同時多発的に起きていることではないでしょうか。そしてこの動画を作るきっかけになったのは、新潟県魚沼市で異常なまでの水不足が発生しているという情報を知ったからです。水田に引き込む水源となっているダムの水すら枯渇し、水田の水は枯れ、土がひび割れてしまっている状況を見るとゾッとしました。このような状況は日本だけでなく世界の主要な米生産国でも起きているというから深刻だと思います。なので今回取り上げる食糧危機へのシナリオは物自体が不足するということと、価格が高くなってしまうことで買いたくても買えない世帯が出るというパターンの食糧危機になると思います。皆さんの食料備蓄計画の参考にしていただければと思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、ここ数年本当に大きな試練が私たちに降りかかってきており、考えなければならないことばかりが起きています。紛争や流行り病、熱波、豪雨と本当にいろいろと起きる時代になりました。残る災難は経済危機と大地震ということになりますから、警戒レベルを上げる必要があると感じています。冒頭に言いました新潟県魚沼市の水不足については、最近騒がれた線状降水帯によって雨は十分すぎるほど降っているのかと思っていただけにびっくりしました。2022年の新潟は豪雨に見舞われたのですが、2023年は逆に渇水で悩まされているということで、農作物の被害は米だけでなくありとあらゆるものに及んでいます。こういう状況というのは自然の恵みを享受している仕事だけにつきものなのかもしれませんが、ここ数年の肥料や燃料などの価格高騰で多くのコストをかけてきたにもかかわらず、収穫できないとなるとかなりの損失になると思います。ただ日本を襲っている渇水は日本全国で起きているわけではないので、米がなくなるということはありえませんが、品不足による価格高騰が進む可能性は高いと思います。前回の動画でも取り上げましたが、今世界で米の需要バランスが大きく崩れ始めています。これも異常気象によってということになりますが、今一度取り上げておきます。米の主要輸出国のインド、タイ、ベトナムは米の貿易高で世界の 60% 以上を占めています。インドが今回輸出禁止にした米というのは、パスティマ米とヒパスティマ米とがある中で、ヒパスティマ米の方になります。輸出禁止になった米を輸入している国をチェックしてみると、第1位が中国になっています。中国はご存知の通り、毎年恒例となっている大洪水が発生しており、今年は首都北京が壊滅状態になっているということもあり、食糧危機の問題は深刻になっているはずです。ここ数年の中国の食糧買い占めの動きは社会問題にもなっていたほどで、あまりにすごい食糧買い占めに戦争準備をしているのではないかと言われていたほどです。ただ中国という国は汚職、収賄によって腐敗しきっていますから、世界中から買い占めた食料はすでに横流しされ、袋の中身はゴミになっている可能性が高いと思います。話を戻しまして、これらのデータからわかることは、インドのヒパスティマ米に頼っているのは中国をはじめとしてアフリカ諸国ということになります。アフリカ諸国の摂取カロリーのうち、米の占める割合は 20% ということで、これらを補うために他の米輸出国からの手配をすることになるでしょうが、タイ・ベトナムも輸出禁止措置を実施しているので、穀物争奪戦が繰り広げられる可能性も否定できないと思います。そうした中で、日本では米離れが進んでいて多くの物資が値上がりするにもかかわらず、意外にも値下げ傾向も見られており不思議でしかありません。もちろんそれには理由があるのですが、問題はここぞとばかりに日本の米が海外に流出してしまうのではないかと心配しておりましたので調べてみると、やはりそういった動きは出ていることが分かりました。日経新聞によると、2023年1月から5月のアメリカへの米輸出量の累計が前年同期比がなんと3割も増加しており、過去最高ペースで伸びているというのです。その背景にあるものは、アメリカでも異常気象によって米が不作となったため、国内価格が上昇し、日本の高い米との価格差がなくなったことで需要が出てきたという流れです。アメリカにおいても米の産地が不作となったため、その穴埋めを考えての動きとなったわけで、
先ほどのインドの輸出禁止措置によって影響を受ける国々はどこから購入することになるのか。こうして考えると、私たち庶民が知らない水面下ではすでに穀物争奪戦が始まっているかもしれませんね。世界中がグローバル化してきたことで良いこともいっぱいあったとは思いますが、資源もなく食料自給率の低さ、食料安全保障の認識が低い日本においては、何か問題が起きた時はそのまま国民に食料危機というリスクが一気に浮上してきますよね。流行り病が蔓延している時には食料の流通に問題が起きたことで、アフリカではかなりの人数が餓死しているそうです。そういえばかつて大東亜戦争を始めた日本は、一連の戦争での被害者数は300万人から400万人だったそうですが、そのうち餓死者は70万人以上いたと言われています。実に5人に1人が餓死した計算になります。そのほとんどが南方面に進出していった兵士であり、武器や食料の補給がままならない状態であったため常に飢えていたといいますし、上から生き延びるためにしたことはここでははばかりがあって言えないことです。先人たちのそのような体験、危機管理というのは豊かになった現代においてはすっかり過去のものとなっており、そんなことは起きるわけがないという認識になっている方がほとんどになっているのではないでしょうか。私の中では歴史は繰り返されるということを戒めとしているので、危険予知と対策に意識が向いているのだと思います。話がそれてしまいましたが、今地球レベルで気候が大きく変わってきているというのは事実だと思います。ただそれが二酸化炭素が原因だと決めつけることは早計だと思っていますし、科学者の中でも諸説ある話です。グローバリストたちが画策することというのは、口実を見つけてそこに自らの目標計画の遂行をするための仕掛けをしてきますので、注意が必要だと思っています。今地球上で起きていることのトレンドは水に関することだと思います。洪水や干ばつも水に関することですし、乾燥することで発生しやすい森林火災も湿度で見れば水に関係しています。2022年に起きたことといえば、欧州全土で起きた干ばつ、オーストラリアの洪水が挙げられます。水の問題は海面や河川の水位低下により交通機能が停止することで輸送コストが上昇しています。これは意外だったのですが、世界の水消費量の 70% を占めているのが農業ということで、ここ数年地球規模で起きている干ばつなどは農産物への影響が計り知れなく大きいものとなり、それが食料危機に直結しているという危機意識を持つことが大事だと思います。欧州地域では冬にも異常なことが起きていまして、冬に干ばつが起きるという現象が現れているのです。これはアルプスの降雪量に大きく関わる欧州各国が影響を受けており、水力発電の発電不足から電気料金の値上げにつながっており、庶民の生活を圧迫していますし、農業用水や都市用水の供給量も減少したことで農作物の収穫にも大きな影響を与え始めています。さらに驚きなのは、パナマ運河の水位低下によって大型貨物船が通過できないという事態にまでなっています。パナマ運河というところは世界の貿易量の 80% を担っており、ここが麻痺してしまっているということは、日本にも多大な影響が出る大事件の発生だと言ってもいいと思います。今回は今新潟の米生産地で起きていること、インドなどの米の輸出大国が行っている自国農業保護、食料安全保障の取り組みを紹介しながら、世界に起きている異常気象による農作物の影響、水面下で日本の米の輸出が増加しているという情報をシェアしてきました。皆さんはどのように感じたでしょうか。2023年の初めには当たり前が当たり前ではなくなる時代になると言われてスタートしたわけですが、本当にそうなってきていると思います。イタリアでは水の都ベネチアのゴンドラが川の水位が足りなくて運航できないなど信じられない光景を目にしています。これから起きるかつてない出来事に対応できるようにするためにも、様々な情報にアンテナを張っていく必要があると感じました。いかがだったでしょうか。今回の動画でどのように感じたかは人それぞれだと思いますが、ジグソーパズルのように世界中で起きている情報を組み合わせて、どんな完成図になるのかという想像力をフル稼働する必要があるのではないかと思います。そこにはろくでもない輩たちの計画の一環で起きていることもあるでしょうし、地球のバイオリズムみたいなものの中で起きている事象を口実に、環境をコントロールする科学技術を駆使して計画を遂行しているかもしれません。知的好奇心的にはそれらについての深掘りも大切だと思いますが、絶対生き延びるということで考えると、真相究明よりもあらゆる可能性を考えて準備するというマインド設定が必要だと思います。危険予知をする行為を心配性だとかネガティブだとかいう方も稀にいますが、年がら年中不安がって生きていくことの必要性を推奨しているわけではありません。それでは人生楽しくないでしょうし、
どんなに準備していても外出中に大地震に遭い被災して命を落とすかもしれません。そうなれば食料備蓄は無駄になったということにもなるでしょう。しかしこればかりは運に任せるしかないと思います。それよりも今考えられる優先順位の高いリスクの認識と対策をしておいて、あとは楽しいことを考えてやりたいことをやって楽しい時間を過ごすことに集中すれば良いと思います。不安を煽るつもりはありませんが、私たちにはただならぬことが試練として起きてくることは間違いないと思いますので、そのような考え方に同意できる人は準備した方がいいと思います。この動画が自分自身で生き延びるための方法を考え、意見を持って対策することのお役に立てていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。